はい、こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は包丁の各部の名称とか役割など呼び名があったりするので、そういったことをお伝えしながら包丁の知識を深めていただければなというふうに思ってますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いします。では早速ですけれども、今回はこちらのいますかね、浅草の金宗さんの包丁を使ってご説明していこうかなと思ってます。こちらが刺身包丁で出刃包丁で関東型の薄刃ですね。で和牛刀ですね。でこちらが洋包丁の牛刀で骨切りという包丁ですね。では名称と役割を合わせて説明していきたいと思います。まずは包丁の先は切っ先と言います。なんか切り込みを入れたり、お肉の筋を切ったりとか、または細工をしたりとかっていう形で使っていくのが切っ先ですね。薄刃はここが切っ先になるんでしょうかね。で、その次がこの部分、和包丁では反りと言うんですけど、洋包丁では R なんて言いますね。ごぼうを削ったり、主に切断するところですけれども、出刃なんかは身を切り裂く時に使う部分ですね。反り。で、続きまして、刃中っていうのが刃の中部分。みじん切りとか全体を使いたい時に先でも元でもなく真ん中を中心に使っていくという刃中という部分ですね。続きまして、こちらの刃元。包丁の刃の元の部分ですね。出刃包丁なんかだと、骨を叩いたりするときに使えますね、刃元。なので、出刃包丁の元の部分は二段刃になっててですね、刃が欠けにくいような状態で作られています。はい。続いて、刃元にある最後の角が顎というんですけれども、じゃがいもの芽を取ったり、何か物をえぐったりするのに使いやすいですね。この角を使っていくと。次、こっち側の上側なんですけれども、ここは峰と言います。胸とも言うんですけれども、なんか物を叩いたりとか、和包丁なんかだとこれで鱗取ったりしますね。そんな形で、この峰の幅が薄かったり厚かったりということで、切れ味も変わってきたり、切り込みの感じも変わってきたりするので、出刃包丁なんかは種類がありますよね。で、平という部分が、ここですかね。ここは肉を叩いたりとかで、ニンニクをバーンと潰したりとかで、そんな形で使う場所です。はい。続きまして、しのぎ筋という筋が、平という部分と、ここの切り刃という部分にある間の線。ここがしのぎ筋というような形になります。で、今ちょっと言ってしまいましたけれども、刃先としのぎ筋の間に段差がある。ここを切り刃というふうに言います。で、こちらは霞の包丁なので、ここに筋が入っていると思うんですけれども、刃境と言いまして、軟鉄の部分と先が鋼になってるんですけれども、そこの境が見えますね。そんな形で名称がそれぞれあると。あとは、ここに町というのがあるんですけれども、ちょっと見えますかね。段々になってる。こちらの薄刃が見えやすいですかね。ちょっと段になってますよね。これ町というんですけれども、これ何のためについてるかっていうことなんですが、いろいろ調べてみると、昔は柄に包丁を入れて作るんですけれども、ちょっと自分の長さに合わない時にもうちょっと入れ込んだりとか、少し持った時にここに手がかかりやすいように距離を作ったりとか、ちょっと遊びを作ってたらしいんですよね。それで後で調整できるように少し間を空けていたというふうに言われています。今はもうしっかりと作られる包丁が多いので、町の部分を後で調整して使ったりということってないんでしょうけれども、昔はそんな風に使われていたという風に言われています。それでですね、刃渡りの測り方としては、出刃包丁はこの切っ先から顎までを刃渡りとして測ります。こういう町のある包丁は、切っ先からこの下町といってちょっと段差があるところまでを刃渡りという風にして測るので、実際のところは刃渡り30センチでも 1.5 センチ分ぐらいは短くなってますよね。あとは和包丁で言うと、
この辺が口輪といって水牛で作られていたりとかします。この部分は一応水を吸うと、締まりが良くなって、柄の部分に水が入りにくかったりするような機能もあったようです。こういった洋包丁は唾と言って口金と言うんですけど、ここにもう水が入んないような状態で作られるので、腐るようなことがないように作られているんですけれども、唾なしという、ここにさっきついてたこの口金がついてないものは、ここに水が浸入してですね、錆が出やすいという、そんな違いがあります。なので、唾付きの方がちょっとお高くなっているのかなというふうな感じです。あと、和包丁は、これね、と言いますね。一応、砲で作られてたり、黒炭で作られたり、いろいろ種類があります。洋包丁の方はハンドルというふうな形の呼び名になっています。で、差し込んでる根元の部分、そこを中号と。で、ここが江尻という呼びます。洋包丁なんかでハンドルと付けられてる、これをカシメ病という形でハンドルと一緒に取り付けられているというふうな感じですね。で、ちょっと裏に行ってですね、ここの真ん中の部分が裏すきと言って、ちょっとくぼんでいます。そのことによって切った時に包丁に切ったものが張り付かないような、そんなような効果があります。一応刺身包丁にも裏すきがあります。こういった両刃の牛刀には裏すきはないんですけれども、薄刃にも裏すきがあります。で、この峰側と刃先の裏のところにも裏押しと言って、こことここだけピタッと砥石に水平にひっつく部分ができてます。これもこことここと。これがあることで綺麗に切り込んでいくというふうなことができます。で、ひっつかないと。なので、裏押しと裏すきというのはやっぱり必要なものになってきますね。それと、ここちょっと色が変わってるのわかりますかね。ここが地合と言って軟鉄の部分ですね。表はここが軟鉄で、ここまで軟鉄。で、地境と言ってですね、ここに、こことここの境の線があるんですけれども、ここは地境。こっちは刃境。軟鉄と鋼の境の部分ですね。一応そんな風に呼ばれています。ここも地合がここにあって、地境がここにあります。で、こっちが鋼の部分で、こっちが軟鉄ですね。これも、ここが軟鉄で、刃先の方が鋼になっています。そんな風な形で、場所によっていろんな使い方や用途があるという風な感じになります。ということで、今回は包丁の各部の名称や役割などを簡単ではございますけれども、解説させていただきました。このように見ていくと、一応包丁一本で、いろんな役割が場所であるということで、面白いですね。料理のレシピ本などでも最近はよく使用されている用語ですので、ぜひこの機会に覚えていただいて、包丁をうまく使いこなしたり、道具の機能を知ってですね、大切に使っていただければというふうなことで、今回の動画は終了とさせていただきます。その他私のチャンネルでは、包丁や砥石に関する情報をいろいろと配信させていただいておりますので、ぜひそちらも合わせて見ていただけるとありがたいです。また何かその他質問等あればコメント欄にお問い合わせいただければと思います。いつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。